来年空母なんですよ。来年空母、それはどちらか。ゼレンスキーさん。あら。だけど、はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気ですということで、今日は占いと時事12月の初週の回になります。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ということでございまして、もう年末ですよ。ねあっという間。持ったね。持ちましたね。ね。もうなんか、一時千数百とかしか再生しなかったので、もうなんか、この企画無理かなと思ったんですけど、なんとか皆さんのおかげで、やって参ることができました。継続はぜひ皆さんチャンネル登録、高評価、ハイプ、コメントなどいろいろ継続してほしい人がいたら、いただけるとなんとか続けていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、本日は12月の2日、問題なければ木曜日4日にアップされていると思います。では行きましょう。一つ目でございますが、まずはエンタメでございます。これも長い話ですね。国分太一さん、会見でございます。コンプラ上の問題で日テレ降板ということでございました。この問題でございます。コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元 TOKIO の国分太一さん、11月26日に東京霞が関で記者会見を開かれました。報道によりますと、国分さんは問題について謝罪するとともに、どの行動がコンプライアンス違反とされたのか答え合わせもできないまま、環境変化の速さに心がついていかず、身動きが取れなくなってしまったとおっしゃってまして、その何がコンプライアンス違反に当たったのかを知りたいという思いを吐露されていらっしゃるということでございました。これに対してですね、12月1日にですね、日本テレビの福田博之社長が定例記者会見を行いまして、この件には言及したんですけれども、答え合わせをするまでもないと。いうふうにおっしゃったと。長年貢献してきていただいた方だからこそ、これ以上余計なことはしたくないというようなことをおっしゃったそうなんですけれども、これに対してなかなかちょっと世間は納得しないんじゃないかというところもありつつ、でも国分さんも本当にそれ良かったのみたいな、いろんな意見が飛び交っているような状態でございますが、国分さん今後の運勢いかがなもんでございますでしょうか。今だけね、一瞬ちょっとイノシシ月でしょ ?7 日くらいまでそうなんですよ。若干お名挽回名誉挽回名誉挽回お名誉は返上だ。名誉挽回。はい。そうするんだったら、ここ2、3ヶ月かなとは思うんだけど、来年って生産なんですよ。60年の生産っていうような、田中圭さんと一緒ね。そう、はい。魂の誕生日みたいな感じの時期で、しかも大運も変わって、虎の大運になってくるので、きついんじゃないかなっては思うんだけどね。虎が空母ですし、大運が空母になっちゃうと。お気をつけてっていう感じかな。本当に決着つけるんだったら本当にもう早めというか。そう。だから、生産の年って福銀とか言ったりするんですけど、いいことも悪いことも出るんですよ。だから、田中圭さんってほら、ポーカーかなんかですごく勝ってたでしょ？大勝ちしてましたね。そう。だからね、自分が積んできたものの生産だから、ファンとかね、何かね、ポジティブな生産もあるはずなんですよ。だけど、もし、だから言うまでもないようなことがあったのだとしたら、それも全部出てきちゃうよっていうような感じがあるので、上手にやってほしいなっていう感じはしますね。なるほどね。松岡さんがね、株式会社 TOKIO の方ね、スタート社とは契約終了というような形をとって、来年以降ね、もし何かあればね、みたいな、皆さんからご要望があればみたいなそういう話もあるので、いい形には収まってほしいなという方もきっと多いですよね。そうね。ある意味これが着地なのかなっていう気はするけどね。で、サービスは提供してきたわけじゃないですか。はい。ね。だから、それで喜んでたファンもいるわけで、それの生産みたいな形になった方が、僕はいいような気はしますけどね。結構、運勢としては不安定ですよ。だから、頑張ってくださいっていう感じかな。ホラの泉好きだったんだよね。懐かしいですね。そう。本当にね、ちょっと今後どうなるのかというところは気になるところですね。なんとも言えないですけど。どうなるかわかりませんけども、いい形に収まってほしいですね。はい。さあ、続いて、こちらはなかなかいい形に収まるのはまだ先なんでしょうか。上海公演続々中止。高市早苗首相によります、立憲民主党岡田克也元外相の質問を受けての存立危機事態発言を端に発する日中対立でございますけれども、これに伴ってですね、中国政府の方からの自粛要請ですと、あるわけでございますけども、そんな中で様々なアーティストが、上海での公演中止が続いております。例えば、有名なところですと、ゆず、シド、それからバーチャルシンガーとして活躍されているカフさん、ね、このあたりニュースで結構並んでおりました。それから大きなところですと、浜崎あゆみさん。そうね。浜崎さんは、無観客コンサート、ライブをやったというところもね、話題になってましたし、あとは、バンダイナムコフェスティバル2025で、ワンピースの主題歌の大月真紀さんが歌ってる最中に、見た。ね、止められた映像がね、拡散されて、あれも大問題と言いますか、かなりちょっと、なんか、弱い者いじめみたいに見えちゃうけどね。ね。だったら、
ガチンコで喧嘩したらいいのになって思ったりするというか、そのことになったら企業が大変だけどね。だけど、エンタメから狙われてるの嫌だなとか、クレヨンしんちゃんもね、中止で。あれけど、鬼滅はどうなんだろうね。どうなんでしょうね。今のところまだちょっとわからない。暴動も起きたりするかもね。わかんないけどね。ねえ、中国の中でもちょっといろいろ意見分かれてるというそうだよね。感じですけども、まあそんな中で今回ね、この無観客ライブをやった浜崎あゆみさんが本当に中国のファンの方からも非常に大きな声援を受けてるといいますか、申し訳ないみたいなね、感じの声もあったそうなんですが、浜崎さんってしかしご活躍長いですね。長いですね。注目されて、浜崎さんの運勢。これね、諸説あるんですよ。誕生日が違うって言ってる人もいて。有名人ってなんかそういうこと言われがちですよね。だから、一応ね、太陽の位置って、太陽の位置と生まれた時間の辺は諸説あるけど、大体一緒なんですよ。まあこの辺じゃないかな。で、それでちょっと見ていこうかなと、先生術で見ていきたいなと思ったんですけど、それで見ると確かに、ハウスで言ったら、8ハウスあたりに火星が入ってて、まあトラブルみたいな感じもあるし、土星とか海王星12ハウスに入ってる気がするし、まあこれきついような感じはするなとは思いますよ。工業とかなんかそういうのでなんか出てきそうだなっていう感じも、まあ見えるかなとは思います。なるほどね。かなりまあね、大きなトラブルであろうっていうのは周りから見てもそう思いますもんね。そうなんですよね。2パターンあるからなっていう感じで。まあ本来は新月生まれっていうことなんだよね。78年かな。生まれだったらそういう感じで。ね、わからない。これは、だから占い師さんが70、もうちょっと前のやつじゃないかっていう説を結構有名な先生がしてたので、そうなのかなとか。けど、そのままの年齢で見たらいいと思うのにとかなんか思いながら、あの頃の芸能界わかんないんですよ。まあ確かに、やっぱりあの頃の芸能界、験担ぎみたいなのもありましたしね。そうなんです。だからわかんねえなーって思いながら占ってます。だから中井くんも難しいんだよね。そう。本当にあの頃の芸能界。あの頃の芸能界なんですよ。なるほど。わかんないけど。そういう感じです。まあでもいずれにしてもちょっと今はしんどそうな感じなんですかね。そうですね。いずれにしろなんか仕事上でなんかトラブルとか、そういうことは起きてもおかしくないっていう感じにはなっているかなと思います。今後とかってのはどんな感じなんですか？今後ですか？8年とかすごく活躍しそうですけどね。木星が天秤に来る時っていう感じですよね。新月だとしたらそうだし、新月じゃなかったとしてもそうなので、これ間違いないかな。仕事で活躍されるんじゃないかなっていう気はしますけどね。なるほどね。じゃあね、ファンの方も、もしかしたらその時にはね、また改めてそう。体調だけ心配ですけどね、その時期ね。だけど、いっぱい働いちゃうかもしれないなという感じはしますね。お体には気をつけてみたいですね。はい。さあ、お体に気をつけていただきたいんですけども、働きたい人が新語・流行語大賞を取っちゃいました。新語・流行語大賞は、働いてまいります、女性首相でございます。世間を軽妙に反映した表現や話題の言葉を選ぶ、現代用語の基礎知識1000、T 保険グループ新語・流行語大賞。もう今年からあれなんですよね。ユーキャンじゃなくなったんですよね。そうなんだ。そうなんですよ。T&D 保険グループさんというところに変わったということで、が2025年の12月1日に発表されました。年間大賞は高市早苗首相の総裁就任時の発言。働いて参ります。女性首相ということでございまして、こちら選ばれて、当日はですね、高市首相も登場ということでございまして、まあ実際高市首相が出てきた結果で、ネットで騒がれたのは、高市さんが出てくるって決まったから、これ選んだんじゃないのみたいな発言もございましたけども、まあ確かにね、注目されたワードでは、あったかと思います。こういう明るい話題で、なんていうか、プロモーションみたいなの仕掛けてくるのは、安倍さんに似てるよね、なんかね。安倍さんの時もなんか、なんか、プロモーションかなみたいな出方してたよね。ありましたね。好感度高くなるんじゃないですか。そんな高市首相はですね、政治の方もですね、今進めていらっしゃいますけれどもね、例えばガソリン暫定税率廃止法が成立。これは僕は個人的には良かったんじゃないかなとは思いますけどね。一番シンプルだなっていう感じはしますけどね。もう早速ね、値下げ始まってますからね。それから外国人の不動産所有状況を一元管理、登記、国籍を登録していくという流れも、これも今進んでいくんじゃないかということでございまして、これもね、いろんなご意見ある中では、AI とか使うかもね。普通の日本人とそうじゃないのも全部把握できるし、どっちも得だっていう感じになるんだろうね。なるほどね。そして、ですね、野党4党との初党首討論。ありましたね。はい、ありました。その中でやっぱり日中関係のことちょっとやっぱりいろいろ言われてるんですけども、対話で良い関係を作るのが責任と
いうふうにおっしゃって、そこは対応してきたというところでございまして、高市首相、大変な年だっていうのはね、以前から言ってるんですけども、本当になかなかバシバシ言われるみたいな感じで。だから、11月22から12月7日は、自分のミスみたいなんで、結構悩むみたいなのが出やすい時期なんですよ。そうですよね。で、お金のこととか出やすい時期だから、しばらくは金利も上がっちゃったしね。だから、ね、別に難しいんですよね。だって、7、8割の人が支持してるんでしょ？そうですね、今ね、僕も別に嫌いではないです。ただ別に、フラットに一応見ていこうとは思ってるんですけど、なんか変なこと言うと怒られるし、どっちからも怒られるんですよ。高市さんの話題。だから、今週の高市みたいに今なってるんだけど。毎週話題がありますからね。そう。大嫌いな人、大好きな人がいるから、言葉を選びながら喋ってます。だけど、今丸くて年末ちょっとまた少し良くなって、で少し落ちて、1月は調子いいかなっていう感じがしますね。だからお金のことでいろいろダメージが日本にあるとしたら、高市さんの運勢と多少は連動するので、今と当時過ぎたあたりから、年末年始はきついなって思いながら見てますけどね。やっぱり一国の首相のね、動向でございますから、我々としてもね、ちょっと本当に気になるところでございます。さあ、続いてはこちら、本当に大変なことになってしまっております。香港の高層マンション火災の話題でございます。先月26日ですね、香港の高層集合住宅で、ですね、工事中にですね、火災が発生いたしました。市当局はですね、1日に死者の数が151人、そして少なくとも30人が依然として行方不明になっているということを明らかにしたそうでございます。実際ね、その建物の中でですね、今も捜索作業等が進んでるんですけれども、ご遺体がちょっともう灰になってしまっているとかいうところで、本当にね、今大変なことになっております。今年は本当に火災のニュース多いなというところでございまして、で日本ですと大分の火災がようやく鎮火したというところでございましたが、いやーちょっと本当に今年、火の気と言いますか、すごいですね。オツの実の年なんですよ、今年ってね。で、ヘビって火なんですよね。で、火の塔の伊豆なんですよ、今。で、これも炎なんですね、火の塔ってね。その最中で起きていて、春分図で見ると、日本とか香港あたりまで割と近しいというか、あって、大体どこら辺だろうなとは思いますけどね。日本の大分の場合は、普通に災害として天皇制の位置だなっていう感じで、ふわっとだけ僕配信とかで喋ってるかもしれないと。11月のそのあたり、災害とか、あるとしたらとかなんか、ぼやっとね、言ってたかなとは思いますと。香港の方はだから、どうなんだろうな。なんとなく、日本から見ると海外の出来事とか、っていう感じはするけどね。起きることとして。とか、あんまり滅多なこと言えないね。どうしても人が亡くなられてますからね。そう。あんまり滅多なこと言えないなと思います。人の国のご事情なんで。そうですね。そう。だから、滅多なことは言いません。けど、なんかそんなようにチャートは見えるから、分析する人は分析してみてくださいっていう感じですかね。たくさんの募金なんかもね、集まっているそうでございますので、復興が進んでほしいなと思います。そうですね。はい。さあ、続いて5つ目でございます。緊迫しております。ウクライナ情勢。ゼレンスキー大統領は1日、パリのフランス大統領府を訪れ、アメリカが仲介する和平案について、マクロン大統領のほか、イギリス、ドイツなどの首脳らとオンラインを交えて協議したということでございます。また、翌2日ですね、ロシアのタス通信はですね、アメリカのウィトコフ特使が2日の午後にプーチン大統領と会談すると応じまして、トランプ大統領が進める和平案についてこれも話し合うと見られているわけでございますが、そんな中、エネルギー部門の汚職疑惑で家宅捜索を受けたウクライナのイエルマーク大統領府長官が解任するということになったわけでございます。イエルマーク氏はゼレンスキー氏の側近で、ロシアとの和平交渉をめぐるアメリカとの協議で代表を務めていたんですけれども、この方が、汚職疑惑ということでございまして、ちょっとこのウクライナ情勢なかなか難しい状態があるのかと思いますが、いかがでしょうか。なんか、すごいですよね。僕何年か前の動画で、このくらいの時期になったらプーチンさん結構強いよっていう。で、ゼレンスキーさん弱いよって覚えてますかね？ありましたね、そんなお話も。なんだろうね。日本とアメリカだけのマスメディアを見ない方がいいですよっていうのはやっぱりいつも思ってるところなんですけど、けどな来年空母なんですよ。来年空母、それはどちらか？ゼレンスキーさん。あら。だけど、なんていうの、亡命できたり助かるんじゃないのかなっていう気はしますけどね。亡命っていうのはなかなか何がどうかわかんないですけどね。けど、見取り牛作るからな。とにかく、今年の後半が、さっきの火事の話題ともちょっと重なりますけど、この人、蛇と牛を持っていて、今年も蛇年ですと。だから、イノシシっていうのは蛇の種持ってるんだけど、これが、キャンセルされますと。鳥が来ていて、大運でね。ゼレンスキーさん大運変わって、そ
ろそろ落ち着きそうな感じには思うんですよね。だから結構、ここ数年運の良さと悪さと交互に来るような感じで不安定だったんですよ。で、間違った判断をしちゃうとしたら来年以降なんですね。間違った判断。自分のために。だから、っていうんだったら早めに引いた方が、ウクライナ国民にとってはいいのかもなとは思いますけどね。なるほどね。そもそもだから、ちょっかい出しすぎたみたいな感じありますからね。ロシアだって褒められた行動とは思いませんよ、戦争だから。だけど、ね、大変だなと思って。で、トランプさんはもう言ってるのは、ある意味なんていうのかな、マフィアとかさ、そういう論理だなとは思いますけどね。だからそれ日本でもされたら大変じゃないですか。そうですね。弱いのになんでお隣に立てついたんだと。そう言われましても。で、やれっていう圧力がある中、なんでそんな戦いしたんだって後から言い出すんだよ。怖いよね。なんてことをなりますよね、それはね。確かに今ね。難しいよね、このお金の論理とっていう感じで。で、プーチンさんはもう皇帝ですよ。強いですよ。なるほどね。もう超強い今。まあね、先日はね、和平案ね、トランプさんと話し合って、ゼレンスキーさん、非常にいい形にまとまったという笑顔の見られていたみたいなニュースもあったんですけども、その後のいろいろとね、状況も変わっておりますので、ちょっとウクライナ、ね、ロシアどちらも本当にこれが和平という形になればいいなとは思うんですけれども。決着つけるんだったら今のうちがいいかな。プーチンも空母なんだよ。だから、ね、今決めちゃいましょうっていう風には思うけどね。しないと結構お互いにとって痛み分けみたいな。それ望んでんのかな？それ煽ってる人たちあんまり好きじゃないな。だって基本的にはさ、国民が死ぬからね。そうですね。そう、安全なところでなんか物言ってんじゃねえよとは思うけどね。ね、一人でも多くの方が守られるようなね、選択がされるといいなというふうに思いますね。ラスト、AI の話題でございます。オープン AI コードレッド、ジェミニ3へ行くというところでございます。もうちょうど今日ですね、入ってきた話題なんですけども、オープン AI のサム・アルトマン CEO が、チャット GPT の品質向上に全社のリソースを集中させるため、社内でコードレッド、緊急事態を発令したと。Google と逆じゃん。逆なんですよ。何年か前はね、コードレッドって Google が言ってたよね。出してました。ね。なんですけども、今回はオープン AI サイドが出しているということで、報道のね、内容をかいつまんで言いますと、競合、ジェミニとかですね、ジェミニとの激化や成長の鈍化を受けて、品質改善を最優先する。週間8億人のユーザー体験。速度や信頼性やパーソナライズの向上に注力していくと。これに伴って、一部報道がありました広告機能、計算している最中に広告を出すっていう機能ですとか、あとそれからエージェント機能ですとか、新しいリーズニングモデルの発表は延期すると。ただ、この延期された新モデルは、社内テストではジェミニ3を上回る性能ですよというふうに発表したということでございまして、本当に AI 競争、激化してるなというところですね。スペック上は勝ってるもんね、ジェミニ3がね。で、いじってみたけどやっぱすごいですよ。ゲームもポンって出てくるし、ホームページもポンって出てくるし、なんだろうね、すごい語彙力なくてごめんなさい。だからフライヤーもナノバナナとかね、作れちゃいますもんね。文字がいけるでしょ？日本語がよく崩れやすいっていうのはね、AI の作った画像だとありましたけど、それがなくなってきてるっていう話ですからね。相当だから今までの画像生成に比べると変わってきてますよね。来年オープン AI が出てくるようなモデルがもう出てきちゃってるような感じだもんね。そうなってくるとやっぱりちょっとサム・アルトマンも焦ってらっしゃるのか。ただ 5.1 もいいところあってさ、嘘がやっぱり嘘が減ってるようだったらもしかしたら Google よりいいかなっていうのは感じてたりとか。僕の体感あくまで。とか、対話みたいなところだったら、ちょっとまだ部があるのかなみたいな部分は、感覚値としてあったりするんだけど、Google の一個一個のスペックは本当に勝ってる感じはやっぱりしちゃう。いじると。で、オーパスも出たクロードの。はいはい。アンソロピック。の方がコードはいいかなとか、触った感じね。触った感じを個人的には思いましたけど。オーパス 4.5 も相当評判いいですもんね。文章はやっぱりクロードかなと。良くも悪くもいろんな小説のデータをぶっ込んであるんで、やっぱりいいなと。文体とかね、思いますけどね。僕ね、ラリー・ペイジさんとスンダー・ピチャイさん占ってみましたよ。ラリー・ペイジさんとスンダー・ピチャイさん CEO がピチャイさんで、ラリー・ペイジさんは創業者。Google の。だから、世界で2番目くらいのお金持ちかな。とんでもねえ。なるほど。そのお二人の運勢を見てどうでしたか？スンダー・ピチャイさん、今の CEO だよね。っていうのが名誉を得られる時期で、けど本人は結構大変な思いしながらやっていくんだろうなっていう感じはしました。だけど、今いいよ。
今いいじゃん。まさしくって感じここ3年くらいは対応のバランスね、これ難しいんですよ、この人。見ていくの難しいんだけど、今のこの3年くらい、4年かな ?2 年半、とか、3年そうね。なんかそのくらいは結構いいかなと。28年の途中まではいいかなっていう感じね。だから結構今一番力発揮できる雇われ経営者をやってるのかなと思いますし、それからラリー・ペイジさんね、結局この前ほら、サイバーエージェントの藤田さんと新社長とってやったでしょ。あれと同じで、結局禁酒がね、強くないといけないので、ラリー・ペイジさんはこの人ね、37からいいんですよ。37が2010年くらいだから、Google が天下取り始めてるよね。もう YouTube も来てるし、広告でどんどん行ってって、AI だって一番引っ張ってたのは Google でしょ、そもそも。まあそうですね。で、今回何がすごいってさ、あんまりあそこ頼ってないでしょ。NVIDIA をあんまり頼らず TPU でやってるっていうのもすごいし、これでむしろコードレッドは NVIDIA だと思ってて。そう。これ使われなくなっちゃう。そう。いや、すぐ使われなくなるっていうのはないよ。だけど、イーロン・マスクとかも多分独自のやつとかやってるし、日本だってペチのところ、ジルクの水冷とか面白いと思うんですよね。だから、面白い展開になってきたなとは思ってますよ。で、ラリー・ペイジさんの運って、いつまで ?76 歳くらいまでいいんですよ。長これからもっといいんですよ。47からいいので、2020年くらいからずっといい。だから引退して、楽になってお金がサブスクみたいにずっと入ってくるっていうことでしょ。それの状態が76ってもう価値格じゃん。やばくないですか？だから、Google が勝つような気するけどね。すごいっすね。Google 体制と言いますか、今後も構築されていってしまうところなのか、Google 帝国だね。他がちょっと頑張るのか。この人が個人的に投資とかで勝ってくっていう可能性あるけどね。なるほどね、そこと関係なくっていう可能性ももちろんあるけど。だからここ2年くらいは勢いすごいかな。サム・アルトマンも強かったじゃん。あ、そうですね。だからやっぱりずっと切磋琢磨してやってくんだろうなと。Windows と Mac みたいなさ。まあそれがね、ユーザーにとって使いやすい形になればいいですけどね。Android と iPhone みたいなね。だから、けど Android とそれから今度 AI で勝ってったらさ、同時だよね。あとはロボット出てきた時にどこが伸びてくるかっていうことでイーロン・マスクとか注目してますけどね。あと2、3年ですよ。本当にあっという間だね。なるほどね。まあね、グロックは一番平均的にいろんなものを見ることができるんだみたいなね、発表とかもこの間ね、してましたし。スケベに寄せたりするだろうから強いだろうねと。スケベとかスラングに寄せるわけでしょ。スパイシーモードとかね、話題でしたね。だから、まあ、イーロンらしいっていうか、別格ですよね。もうなんか、本当時代の節目だなって思います。今後もちょっと AI 競争にね、目が離せないなって思いました。というわけでございまして、本日は6つのニュースをお届けしてまいりました。どれもこれもですね、今後の動向が気になるところでございますけれども、今後もね、ちょっとこういった占いと時事の方ではお届けできればと思いますので、そんな皆さんにはどうしてほしいですか、水森先生。チャンネル登録、高評価、ハイプ、コメント全部読んで、僕一個一個返信してますので、もしよかったら継続したいと思ってますんで、今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。その他にもね、様々な動画。そうですね、2026年の運勢で、もう1年を通した時事みたいなのも上がってますし、年末には大予言スペシャル、豪華ゲストチャズ先生とか、増方一馬先生とか、スピカ先生とか、うちの立花冬香先生とか、収録予定です。よろしくお願いいたしますと。はい。ということでございまして、ますます占いカンセルチャンネルやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい。というわけでございまして、また次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。またね。